今回の素潜りマーメイド研究所の研究テーマはウェイトとウェイトベルトです。ウェイトスーツを着ると素潜りやスキンダイビングではウェイトとウェイトベルトを使うことが多いですね。ウェイトベルトの使い方、素材の違いなど詳しくご説明します。こんにちは、素潜りマーメイド研究所所長のマリダイバーです。マーメイドスイムではあんまり馴染みがないかもしれませんが、今回はウェイトとウェイトベルトをご紹介します。ダイバーの必需品ですよね。というのも、前回の動画の寒さ対策でスキンやネオプレン生地のウェットパンツについてお話ししましたよね。いわゆるウェットスーツ一般は大抵浮力があるんですね。例えばネオプレンという生地は生地の中にたくさんの気泡、空気の空洞があって、それが海水や水で体温を奪われるのを防いで断熱保温の役割をしているからなんです。小さな空気の浮き輪を体の表面にびっしりつけているようなものだから水に浮かんでしまうんですね。だからウェイト重りをつけるんですが、ネオプレンのウェットスーツの浮力は相当なもので、これは2キロの重りを腰につけているところですが全然沈めません。ウェイトをつけて息を吐いてようやく仰向けに沈むことができました。だからウェットスーツを着て水中に潜るときはウェイトベルトを腰に巻くだけでなくダックダイブ、日本ではジャックナイフということが多いですが、体を折り曲げて垂直に潜る方法をとります。そうすると水の抵抗が最小限になるのでスルッと水底に沈むことができるんですね。ということで今回はウェイトベルトの使い方、素材の違いなど詳しくご説明します。とその前に、素潜りマーメイド研究所では素潜りやマーメイドスイムについて私自らが実験体となり検証するだけでなく、潜るためのコツやレアな情報をお伝えして皆様と水の中の楽しさを共有したいと思っています。当研究所で一緒に研究していませんか？ぜひチャンネル登録をして研究員になってくださいね。左はよく見かけるスキューバダイビング用のナイロンベルト、右はフリーダイビング、スキンダイビング用のベルトです。スキューバはタンクを背負って潜るダイビングですね。フリーダイビング、スキンダイビングは素潜り、一息で息を止めて潜るという違いがあります。どちらも黒色でよく見えないかもしれませんが、右側のベルトはゴムでできているんです。厚みがあって若干伸びます。この伸びるというところが重要です。左のナイロンベルト、これは伸びません。バックルはどちらもそんなに違いありませんが、ベルトの素材がゴムかナイロンかなんですね。じゃあベルトを腰に巻いてみます。ウエイトなしでベルトのみですね。最初にナイロンベルト、スキューバダイビング用ですね。ウエットが黒だからちょっと分かりにくいですね。すいません、失敗しました。とにかくワンタッチでつけたり外したりできるという部分だけ見てください。次にゴムのベルト、フリーダイビング、スキンダイビング用ですね。買ったばかりだからすごく長いんですよ。男女兼用なのでお腹周りのある中年男性でもできるように、長くなっているのかなというのもありますが、このベルトの端が長いというのもポイントなんです。これ後で理由を話しますね。次にベルトをつける位置ですが、スキューバダイビングと素潜りではベルト位置がちょっと違うんですね。同じベルトで比較してみましょう。まずスキューバ、タンクを背負う方です。これはウエスト、腰の一番くびれているところにつける人が多いです。次に素潜りの場合、腰骨の部分につけることが多いです。理由は簡単で、素潜りでは思いっきりお腹や胸を膨らませて息を吸い込む必要があるからです。素潜りは一息たっぷり息を吸うので、くびれの部分にベルトを巻いてしまうと息を吸う量が少なくなってしまうからですね。あと息を吐いた時にお腹がへこんでベルトがずれてしまうからです。腰骨は大きさが変化しませんからね。腰に巻くとウェイトが安定します。そして材質、なぜ素潜りの場合は材質がゴムかというと、素潜りの方が動きが激しいというか、ダックダイブで急激に潜ったり水中で回転したりなど、スキューバよりも動きが大きくて速いんですね。だからゴムでぎっちり腰に締めておかないとすぐに緩んでしまうからなんです。ウエイトの付け方は左右対称になるようにします。2キロとか偶数個なら腰の両側、若干前気味につけることが多いかな。
3個など奇数なら私は背骨に1個、腰に2個、バランス良くなるようにします。体が反り気味なら前の方に、また前かがみになりがちだったら後ろの方につけるなど工夫するといいですね。ゴムベルトの良い点はウエイトがずれにくいことです。ナイロンの場合はこのようなストッパーをつけてウエイトが滑って移動しないようにします。でもゴムベルトはただ通すだけでウエイトが滑らないのがいいですね。ストッパーをつけるのって結構面倒ですからね。あとね、ベルトの余り気にされる方が多いですね。この余りは結構重要です。というのも、もし水底で溺れた時にウエイトがびっしりついていると、救助の人が水面に押し上げることが難しくなります。だから救助人はすぐにベルトを外すわけですが、ベルトの端が見つからないと結構手間取ります。これは命に関わります。一刻一秒を争うわけですからね。ベルトが長くヒラヒラしているとすぐに端を掴んでワンタッチでベルトを外せます。とはいえ、いくらなんでも長すぎるだろうと気になると思います。そんな時は適当な長さに切っても良いかなと思います。ゴムなので簡単に切ることができます。でもくれぐれも溺れた時を考えて短すぎないようにした方がいいですね。ということで、ウエイトとウエイトベルトについてでした。今回購入したゴム製のベルトは前に動画を出したダイブインという海外通販で買いました。セアクというダイビングブランドです。お値段は1500円ほど、送料入れても2500円ぐらいでしたから、一つ持っておいても損はないかなと思います。もしこの動画が面白かったということであれば、ぜひ見たよっていう合図代わりに高評価をパチッと押してくださいね。また疑問、質問、実験、検証のリクエストも気軽にコメント欄に書き込んでください。また次回の動画であなたとお会いできたら嬉しいです。you